皆さんこんにちは、藤本細まりです。今日はレシーブの上級編をやっていきたいなと思います。おそらくですね、あまり教わったことのない部分、レシーブの細かい部分をやっていきたいと思います。新常識的なものもあるので、ぜひ見て少しでもできるようになればなと思います。それでは早速行ってみたいと思います。はい、上級編の説明していきたいと思います。まずスクラッチモーションなんですけど、このスクラッチモーション聞いたことないと思います。スクラッチモーションというのはスマッシュを打つときに一度外に一回リズムを入れる動きですね。パンパンタ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 ンという動き、一回この動きのことをスクラッチモーションと言います。で、このスクラッチなんですけど、多分ですね、自分で無意識にやっているのであんまりどういうふうに動いてるかっていうのはわからないので、そういうのは自分がどういうスクラッチをしているのか、一回動画で見ていただけるといいと思います。スクラッチをねしない人もいるんですけど、スクラッチをしてるんであればこの一回外に入れるスクラッチをですね、直接そのまま内側に入れるスクラッチに切り替えていただけると、外に入れて構えて振るっていう動きがいきなりスパッて最初から内側にもう入ってそのままスイングできるっていう流れになるので、すごくレシーブに対しての時間短縮ができてですね、速い球も意外と簡単に取れるようになっていきます。でこれはですね、少しずつ癖づけていかないとなかなかうまくできないので、基礎練習ですね、基礎打ち打つ時とかにプッシュレシーブとかで相手が打つ時に腕の内線ですね、この肩から手首じゃなくて、肩から内線の動き、こういう動きですね、こういう動きをスクラッチに入れてあげて、そのまま振るパパパパっていう動きにうまく切り替えてあげられると、この動きがうまく使えるようになってくるんじゃないかなと思います。やっぱりこのスクラッチとか速いレシーブのところっていうのは、無意識にレシーブしていくことが多いので、自分でどういうふうになってるかっていうのを一度動画で見てもらえると、どういうふうに修正していけばいいのかなっていうのが分かってくると思うので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ実際に、今のね説明してきた内容を踏まえて、打っていきたいと思います。で、まず最初スクラッチモーションでダメなパターンをちょっと説明していきます。じゃあお願いします。打つときにこういう感覚、外にスクラッチしてから入れると、今のスピードだったらいいんですけど、これが速くなってくるとだんだん間に合わなくなってきます。だから打つ時にパパパ内側に入れていく感覚をパすいません。こういう感覚でこのスクラッチをまず入れるっていうところを意識してできるようにしてみてください。はい、じゃあ次にですね、体幹と腕の回旋の関係性っていうところを説明していきたいと思います。どういうことかというと、スマッシュレシーブをするときにですね、この腕の回旋を使うという話は前回したと思うんですけど、この腕の回旋と体幹のこのねじる動き、ここの関係性がとても重要になっていきます。でこの関係性を間違えてしまうとスマッシュ簡単に決められてしまうので、結構ね上手い選手でもこれ結構逆になっている人とか間違っている人多いので、これはぜひ、意識してもらいたいなと思います。まず体幹を、ねじる動きに対してこの回旋の動きがどういうふうにつながっていくかってことなんですけど、大きく分けるとですね、スマッシュのコース、まずバック側に来た球、正面に来た球、フォア側に来た球の3箇所に分けたときに、特にこのバック側と真ん中に来た球に対してのことになります。こちらフォア側に来た球に対してはこの体幹との関係性はあまり気にしなくていいです。バック側と正面に来た時ですね。で、特にバック側に来た球に対して、これ結構間違えちゃう人多いんですけど、このインパクトを作るときですね、回旋のこのインパクトを作るときに、こういうふうに振ってしまうパターンと、あと
こう振っていくパターンと、あとは体を動かさないでそのまま振っていくパターンっていうのが、この3つのパターンがあります。で、一番良くないのはこういうレシーブがあんまり良くないです。結構これ女子の方に多いんですけど、体をねじってそこから体の体幹をですね戻しながら振っていくパターンですね。でこれは1球だけ強く返す球であればこれでも大丈夫です。ただ、自分がドライブ打ちますってなった時、ここからドライブこうやって打って次打たれたら次間に合わなくなってしまうことが多いので、これは一発しっかり強い球を打つっていうだけだったらいいんですけど、連続した球には向いてないっていうふうに覚えておいてください。で、連続した球を打つんであれば、打つ時に体を逆の方に入れてあげる。こっちですね。この腕を振る時に、体幹を外側ですね、外側にねじっていく。こういう動き、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 こういう動き。でこれはですね、もう単純にこういうスイングをした中でタイミングをうまくこう合わせてあげるとすごく振りやすいっていうのが多分自分でも分かりやすいと思います。この腕の、外旋の、内旋外旋の動きをこういう動きをしていく中で体をこのインパクトに合わせてこう体を少しねじってあげるとこの回旋が楽に振れるっていうのが多分自分でも、すぐね体感できると思うんですけど、それを応用していきます。だから結構間違えてこうやって振ってしまう人多いんですけど、逆で使ってあげた方がクロスに打ったりとかする時もこっちの方が断然楽に振れます。なのでこの体幹の、使い方すごく意識してほしいなと思います。で体を動かさないで振るのももちろんパワーがある人であれば全然それでも大丈夫です。ちょっとはね少し使うと思うんですけど、全く動かさなくても腕っぷしの力があればこう飛ばすことはできます。ただ、女子選手とかでもねこう大きく後ろに返したいんであれば正面来た球でもパーパーってこういうふうに体を使ってくると思うんですけど、あれは振りやすくなるからそういうふうに振ってるんであって、女子だからこう振るっていうわけじゃないです。男子でも別にこう振っていいと思います。ここの腕の力をねより強くインパクト出したいんであればパッパッってこういうふうに振ってあげる方がいいんじゃないかなと思います。はい、次にこう体幹と、腕の回旋の関係性のところなんですけど、これこうやってレシーブしちゃう人結構多いんですけど、これやると多分間に合わないです。はい、こういう打ち方してしまうとパワーは出るんですけど、打った後自分の体勢が崩れて次がいけなくなってしまいます。だからできるだけ軸はぶらさないように強く振れる方がいいので、これをですね今度、逆にしていきます。こういう風なインパクトで振っていけるようにしていきます。よいしょ。すいません。はい、でこれはですね逆にすればいいんだっていう意識で先にこう待ってしまうと結局こういうスイングでダメな方になってしまうので、シャトルのスピードに合わせてラケットを合わせていってそこからパッてインパクトを作っていくようにしてください、ね、この逆にしなきゃいけないっていう意識が強いとすぐこういう準備をしたがるんですけど、準備をするんじゃなくてシャトルのスピードに合わせて体がスッて入っていくようにしないとダメだというふうに覚えておいてください。もう一回お願いします。という感じでこういう動きですね。こういう動きね、この左手をうまく使っていくのもポイントです。打つ瞬間に体を瞬間的にクッてこうねじっていくとこっちの動きがインパクトがより作りやすくなっていくので、これもぜひ意識してやってみてください。
はい、じゃあ次にグリップについてお話ししていきたいと思います。前回の動画でですね、バックハンドグリップで持って指をうまく使っていきましょうって話をしたと思うんですけど、本当に相手がレベルが高くなってですね、速いラリーが多くなってくるとですね、このグリップの持ち替えが間に合わなくなってくることも結構あります。で、特にスマッシュレシーブするときに、例えばスマッシュ打ってくるところからクロス側にいる人が、フォアでよく構えててバック側に飛んできてってやられちゃうこと結構あるんですけど、その時にグリップをですねうまく対応すれば素早くパッてバックハンドに切り替えるんじゃなくてそのまま打つこともできるので、それを説明していきたいと思います。でこれはちょっと難しいかもしれないので、無理して覚える必要はないです。ただ一つの参考として覚えておいてください。グリップなんですけど、前回説明したグリップはこういうグリップで説明しました。で今回やるのはこのバックハンドとフォアハンドの中間あたりをもう指を隙間なく指を使わないで隙間なく握っていくようなグリップになります。でこのグリップの場合こういう感じですね。こういう感じです。でこのグリップで持った場合っていうのはもう指が使えないのでしっかり肩の回旋とこの手首の海内海外がうまく使えるっていうのが大前提になります。だからこの状態であればフォアも打てるしバックも打てるしドライブもネット前も打つことができるのでグリップを持ち替えることなくどこに来てもある程度対応できます。ただね自分がこの時打ちやすいとか相手がここにしか打ってこないって分かってればグリップをバックハンドに持ち替えてパーンって打ったりとかすることもありだと思うので、それはその時その時でうまく使ってもらえればいいなと思います。僕なんかは大きいロビングを打ってスマッシュレシーブする時にやはりそのコンチネンタルのグリップ持ってフォアとバック両方打てるようにグリップ使い分けたりすることあります。攻める時であればバックからパーンって攻める時もありますので、全部が全部これだけではなくてうまく使い分けてもらえればなというふうに思います。はい、じゃあグリップも、説明していきます。グリップですね、さっき言った通りバックハンドグリップじゃなくてこの中間の、コンチネンタルグリップというところで指を使わないしっかりと握ったグリップでやっていきます。すごくね打ちづらい感は最初慣れるまであると思うんですけど、たくさん練習していけば、だんだん慣れてくるんじゃないかなと思います。じゃあちょっと散らして打ってください。おおおおおおあああはい、でこのグリップをですねしっかり握ることによって逆疲れてもすぐ対応しやすくなるんですね。これが指の中で遊びができてしまうと逆疲れた時にだいぶ遅れてしまいます。なので、遊びを逆に作らないで早く対応するっていうことも、これの一つの利点だと思うのでぜひ、やってみてください。はい、それでは今度レシーブのリズムについてお話ししていきたいと思います。レシーブのスイングをするときにですねパーンここで1で終わっちゃう人結構いると思います。打つときにパーンってここで終わらせる癖があるとですねロビングを打ったときはいいんですけどドライブで攻めたときにパーンって打ってドライブ打って次が間に合わないってことが結構あります。なので、まずはこの腕の回旋がしっかり使えるという前提のもとですねこの打った瞬間にパンってこれを1にします。パンここですぐ力抜くパパパパパここが1じゃなくて戻ってくるところまでを1というふうにしていきます。だからパここまでを1パ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 パパここまで戻ってきてここで力抜きます。で打った時はここで一瞬クッて力入れるんですけどすぐ戻してくるような感じです。ビヨンって戻ってくるようなイメージでレシーブしていきます。パッ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 レシーブした時にすぐビヨンって戻ってくるような感覚であまり力を使わずここでガーって止めるんじゃなくてパンって戻してくる。ここで1にしていきます。これを1、1、1、1、1、1、1、1、1っていう感覚でレシーブできれば速い展開でレシーブできるんですけどこれを1、1、1、
1でやると1って次遅れてしまうことがあります。なのでここで1じゃなくてしっかり戻すところまで戻すところ戻すところ戻すところまで1というふうに考えて、レシーブしてもらえるといいと思います。はい、じゃあ次レシーブのリズムについて説明していきます。こうレシーブするときに1で終わらせるんじゃなくて1でここで1でいくように1で戻ってくるようにうまくコントロールしていきます。ダメな例からいくとここから1、1、1ここで1でなってしまうと次が間に合わなくなってきます。なので、できるだけパッパッここ戻してくるところまでを1というふうに考えてレシーブしていきます。でここで瞬間的にインパクトを出したらすぐこう戻してきてここでまた力を抜いて次の繰り返しになっていきます。だから力の入れ方としてはパッ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 っていう感覚に近いんですけど、これを、指を今度使いすぎたりするとガーってここで力入りすぎて固まって次が動かなくなるとかそういうこともありますので、ちゃんと腕の回旋からしっかり使える感覚を使ってこういう、リズムを作れるようなレシーブしていきます。はい、という感じでレシーブしていきます。はい、リズムですね。こう1、1、1で戻せるようにうまくやってみてください。はい、それでは最後目線になります。これはですね以前プッシュの時にも、説明したことがあるんですけど、目線ですね。こう基本的にはラリーが続いている時っていうのはシャトルを見てこう打っていくことが多いんですけど、本当にラリー展開が速くなってくるとシャトルをずっと見てるともう見てこう相手が打った瞬間には反応できなくなるということもよくあります。なので、そのシャトルは基本的には見るんですけど、目線を極端にこう動かさないで前を見ながら周辺視野でこう打っていく感覚でレシーブしていった方がより連続でシャトルを打つことができます。で何を見てるかっていうともう常に相手のほぼラケットの動きを見てます。なので相手のラケットの動き見てこう打つんであればこっち来るなとかこう打つんであればこっち来るなっていうところを見ながら打って次の予想をどんどんしながら、こうレシーブしていくっていうような形で目線を意識していくことも大事だなと思います。なので展開がどんどん速くなっていったらシャトルをこう追っていったら多分間に合わないです。なのでこう相手を見ながらね、もう手元はほとんど見ないです。ここら辺のシャトルは見てますけどもうこの辺りの、シャトルは見てないで打って相手のラケットの動きを見ながらこう打てるようにしてみてください。でこれはもう練習しないともう絶対不安で見てしまうと思うのでこう見ないで練習するっていうのをあえて入れていかないといきなりねゲーム練習とかではなかなか難しいと思うので、ぜひその相手を見ながらレシーブするっていうところやってみてください。速い球であればこう直線的にシャトルが来るので見なくてもラケットの面をこうなんとなく感覚で、掴むことはしやすいんですけど、球がゆっくりなのに対してはやっぱりある程度こう変化していくのでシャトルをしっかり見てあげなきゃいけないです。だから速い球に対してだけこう直線的に来る球に対してはこう前を見ながらレシーブするっていうことを意識して、やってもらえればなと思います。はい、じゃあ最後目線なんですけど、目線はですねとても大事なんでこれも、できるようにしてください。相手を見ながらこの手元、ラリーが速くなってきた時ですね、速くなってきた時は相手のラケットを見ながら手元をほとんど見ないというふうにしていきます。こう目で追ってしまうともうどこに飛んでくるかだんだんぐちゃぐちゃになって分からなくなってくると思います。なのでそれでもね触れるんだったらいいんですけどだんだん間に合わなくなってくるので相手を見ながらもうこの手元は見ないという感じで、レシーブしていきます。じゃあちょっと最初悪い例でいきます。ちょっと早めでお願いします。
はい、ってなると自分に余裕がだいぶなくなってきます。相手がねどこにいるかとかそういうこともだんだん分かんなくなってくるので、できるだけ相手を見ながら手元はあんまり見ないです。はい、という感じでこう手元見ない相手をずっと見ながらここでレシーブしていくっていうこともね意識してやってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。レシーブね、奥深いです。いろんなこう気をつけなきゃいけないポイントがあると思うので、自分がねこれできてないなっていうポイントがあったらね、ぜひそれを練習していただければなと思います。他にもね、わからないこういうのもっとどうやって打ったらいいですかみたいな質問とかあればコメントの方に書いていただければ少しずつお答えしていきたいなと思いますので、また今後とも動画、見てみてください。それではバイバイ。